いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はキジハタを解説いたします。釣って楽しい、食べて美味しい、魅力がたくさんのキジハタ、アコウ釣り。日本各地に生息しているキジハタですが、一体どのように釣るのかと思う方も多いかもしれません。高級魚キジハタと聞くとハードルが高いイメージがありますが、ポイントを押さえれば初心者でも手軽に狙うことが可能です。そこで今回はキジハタを釣るための基本とポイントを解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。重要なポイントは次の6つになります。50属400種以上、歯褐色で大黄色の斑紋、最盛期は6月から9月、幻の超高級魚、朝夕間詰めと夜、旬は夏。50属400種以上について、キジハタ、分類、スズキ目、ハタ科、マハタ属、別名、アコウ、アコウ、アコ。世界では少なくとも50属400種以上の魚がハタ科に属していると考えられており、日本には11属40種近くが生息しています。主な仲間に全長1メートル 100kg 以上に達し、ハタの仲間では最も美味とされているクエをはじめとして、マハタ、青ハタ、赤ハタ、イシナギ、カンモンハタなどが挙げられます。本種はハタ科マハタ属に分類され、青森より南の日本各地、さらに朝鮮半島南部から中国沿岸にかけて広く分布します。歯褐色で大黄色の斑紋について、最大で全長 60cm 近くになる個体もいますが、比較的多く見られるのは 30cm ほどのもので、ハタとしては小型から中型の種になります。体はやや長く側扁し、目は緑色、体色は紫がかった褐色で、体全体に瞳孔ほどの大きさの大黄色の斑紋が密に分布します。この斑紋は高齢魚になるとはっきりと見えなくなってきます。各ヒレは黄色みが強く、背びれ第11極下の背側に黒っぽい大きな斑紋が一つあります。幼魚には体側に3本の黄色い渋滞がありますが、成長とともに薄くなって年を取ると消えていきます。本種と同じマハタ属のノミノクチによく似ていますが、ノミノクチは斑紋が暗赤色であることから判別できます。最盛期は6月から9月について、沿岸の浅い岩礁域を好み、内湾の堤防やゴロタバ周辺にも生息します。主に単独で行動し、群れは作りません。昼間は岩陰や磯際などに潜んでいますが、早朝や夕方には中層から表層に浮上して活発に餌を漁ります。多毛類、二枚貝類、節足動物など様々な生き物を食べますが、主要な餌はカニやエビなどの甲殻類で、中でもカニを好む傾向があります。頻繁に餌を捕食するのは早朝と夕方ですが、日中でも餌となるカニやエビが流れてくれば捕食します。また、大型の個体は魚を食べる傾向が強まります。捕食が活発になるのは水温15度前後。餌を十分に食べて満ち足りると丸2日ほど餌を探さず、冬場の低水温時には週に1回程度しか捕食しないこともあります。釣れる時期は一年中狙って釣ることができますが、最盛期は6月から9月になります。産卵期は7月から8月で、水深100メートル以上の深海にいるオスが浅場の岩礁域にいるメスのところまでやってきて産卵を行います。水温25度から27度で受精後、約24時間で孵化し、全長 3mm ほどになると浮遊生活から低生生活へと移行します。全長 5mm 程度にまで成長すると、体側に多数の朱色の赤い斑紋が現れ、目も濃い緑色になり、成魚とほぼ等しい姿になってきます。水温25度で最もよく成長し、通常は孵化後3年で 25cm、4年で 30cm 程度に成長します。また、ベラ科やブダイ科の魚と同じく、まずメスとして成熟し、
成長するとオスに性転換して繁殖に参加する雌性成熟の性転換を行うことが知られています。性転換するのは全長40センチメートル程度の個体になります。幻の超高級魚について、温暖系の魚のため比較的西日本では高級魚として珍重され、夏のフグとも言われます。店頭に並ぶことは少なく、ほとんどが高級料亭などに直行し、1kg 5000円から6000円の高値で取引されます。漁獲量はもともと少なく、近年は特に減少しており、幻の超高級魚と言われるほどです。そのため各地で種苗の量産試験や放流実験が盛んに行われるようになり、同時にこれまで解明されていなかった生態が少しずつ分かってきました。キジハタという和名は体色がオスのキジの羽に似ていることから付けられました。また赤みがかった鮮やかな体色から、西日本ではアコウという名で親しまれています。他にも地域名は数多くあります。瀬戸内海では愛称語のあと魚の名前の語尾であるこを合わせたアコ。能登ではカサゴ、ハチメの仲間に似ているが、体表が滑らかである魚という意味でなめこバチメ。長崎ではノミに刺されたような跡の赤色小斑紋が点在していることから、ノミの口の意味でノミノクロ。福岡では岩礁の魚という意味のセモン。若狭湾では夜寝ずに活動するという習性からヨネズ。富山では物ある岩礁に住む魚という意味のモクズ。鹿児島ではモイオなど実に多彩な名前が付けられています。朝、夕間詰めと夜について、キジハタは堤防や磯場、ゴロタ、大小不揃いの大きな丸い石などのほか、海釣り公園などの手近な場所でも釣ることができます。岸から釣る場合は水深20メートル以上の深場に隣接したポイントが有望です。釣れるサイズは30センチメートル未満が主体。タイミングが合えば日中でも釣れますが、朝、夕のまずめ時、夜明け前や日没前後の薄明るい時間帯のことや、夜釣りの方が期待できます。また、山陰、北陸地方では船釣りの人気対象魚となっており、50センチメートルほどの大型が望めます。専門の船は出ていませんが、泳がせ、餌となる小魚を釣り、それを餌に釣る釣り方、五目釣り船などで狙うことができます。探り釣り。タックルは3メートル前後の磯竿やロックフィッシュ、メバル、カサゴ、ソイなどの低性の魚用などのルアー竿に、小型スピニングリールの組み合わせ、防波堤などの岸際を狙う場合は短めの竿の方が有効です。針巣。針に結んだ糸は2号。針はチヌ針1号から3号が標準。市販されている根魚用の針でも大丈夫です。餌はヒラメやマゴチ用の餌として売られている冷凍イワシを使用します。餌は常温でゆっくり溶かし、針を口から入れて腹の真ん中に抜くようにつけます。ポイントは岩礁や障害物の周り、堤防の際やスリット、堤防の継ぎ目にある隙間、消波ブロックの隙間なども有望です。仕掛けが底についたら糸付け、糸のたるみを取って当たりを待ちます。時折仕掛けに誘いをかけます。竿を上下して餌を踊らせるのも効果的です。当たり、魚が餌に食いついた感触があったら同じ場所に仕掛けを落として入念に探ります。キジハタは根に潜る習性があるので、針がかりしたら即合わせ、すぐに大きく竿を煽ることが基本です。ルアーフィッシング。キジハタはルアー釣りでも人気の高ターゲットです。使用するルアーは甲殻類を模したクローワームがおすすめです。リグ、ワームを使用した仕掛けの総称は、根がかりに強いテキサスリグ、シンカーにラインを通した障害物を回避しやすい仕掛けがおすすめです。キジハタは甲殻類の頭部を一度噛んで弱らせた後、再度捕食するという習性があるので、ワームの頭部へのバイトにフッキングできるよう、10から20、ワーム用の針、ワームフックのサイズの故障のやや大きめのフックを使用します。
また、アピールを高めるためにビーズを通すのも効果的です。取り込む際や根がかりした時にラインが切れないよう、リーダー、ハリスのルアー用語、針に結ぶ糸を長めにしてリールに巻き込めるようにしておきます。根が非常に粗い場合では PE ライン、高密度ポリエチレン素材でできたより糸のシステム、仕掛け一式を組まず、フロロカーボン素材の糸を通しで使う方が無難です。釣り方はポイント全体をリフト&フォール、竿を煽ってルアーを上方へ上げ、ゆっくりと落とす。またはただ巻き、リールを一定に巻くで広く誘うのが基本です。岸木は岩のえぐれ、沈み根、水中に沈んでいて見えない岩などの明確なポイントでは、細かくシェイク、小刻みに竿を動かしてルアーを踊らせたり、シェイク&ポーズ、糸を張った状態で止めてルアーの動きを止めることで誘うのも有効です。また、激しい動きに反応が良いことも多いため、大きく早くしゃくって魚を誘うために竿をしゃくり上げる動作をしてみるのも効果的です。泳がせ釣り。船釣りの場合、日本海仕様などと呼ばれている2本から3本針の市販の泳がせ仕掛けがおすすめです。自作する場合は、枝巣、針を結ぶ糸仕掛けの横方向に伸びる糸は4号から5号、50cm から70cm ほどを2本から3本、幹糸、リールに巻いてあるメインの糸5号以上、枝間は枝巣同士が絡まない程度、捨て糸、仕掛けが引っ張った際に重りだけ切れるようにセットされた糸3号、50cm 程度を目安にしましょう。重りは50号が基本ですが、80号も用意しておきましょう。餌の小アジは口の中から鼻に向かって上顎に針を刺します。小さいアジなら背掛けでも大丈夫です。仕掛けを落とし着底したら糸を巻き上げて、餌の生きアジがそこから1メートルから2メートルくらい上を泳ぐようにします。当たりがあったらゆっくり竿を立てて引き合わせ、魚がかかっているか確認するためゆっくり竿をアウルをしてから巻き上げます。竿に乗ったら魚がかかった重みを感じたら速やかに根、魚が潜んでいた岩から離しましょう。平ら場。オフショア、沖のルアーフィッシングではメタルジグをアクション、動かして狙うのも面白いですが、平ら場でスローに誘うスタイルも人気です。タックルは6フィート前後の平ら場ロッドやライトジギングロッドに小型両軸リールの組み合わせが基本です。狙う水深や潮の速さなど変化する様々な状況に対応できるよう、平ら場は 60g から 100g までを各種揃えておくと良いです。カラーはゴールド、ピンク、オレンジなど。状況によってはインチクを使うのも有効です。釣り方は平ら場を竿下に投入して着底させたら一定の速度で巻き上げてくれば良いです。乗船者が少ない場合に限りますが、食いが悪いときは斜め沖に投げ入れて広く探ってみるのも効果的です。リーリング中、リールを巻いている最中に当たりがあったら、そのまま止めずにゆっくりと巻き続け、竿に乗るまで待ってから合わせを入れます。ポール中、ルアーをそこまで沈めている時などに当たりがあった場合は、竿を煽りすぎないよう胴に乗せる、竿先を上げるのではなく、竿の真ん中を上げるイメージで合わせを入れます。旬は夏について。キジハタの旬は夏。淡白で癖のない上質な白身は豊かな旨味があり、食感も良いです。新鮮なキジハタはやはり刺身が美味。その他煮付け、酒蒸し、唐揚げなど様々な料理で美味しくいただけます。また、アラからも良質の出汁が取れるので、頭や中骨は牛尾汁や吸い物にすると良いです。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。サブチャンネル、遊びって学べるも合わせてご登録いただけましたら嬉しいです。釣りに関する時事ネタや釣りって学べるの裏話、そして私個人的な意見や釣り以外の遊びなどなど配信していきます。特に
ゲームがお好きな方は必見ですよ。ぜひ釣りでも釣り以外でも一緒に遊んで学びませんか？また次回の動画でお会いしましょう。